Hello everyone, this is Sora. Sora Senpai Club starts now. Okay, this is the show that I invite Japanese entertainer as senpai and talk to them so you guys get to know them and also I can learn a lot from them for my future goals. And also the show airs every Sunday from 10 p.m. JST, so make sure to check it out. Okay, じゃあ今日のゲストは呼ぶよ。先週に引き続き小野ゆき先輩です。 Hello everyone! こんにちは。 Smile guys! イエーイ Thank は you! い。第2部なんだけれども、前回ねちょっと第1部一緒に収録したけど、ちょっとは慣れた俺とおしゃべりするの。もちろん。バーチャルなデートだけど、本当もちろんよかった。もちろんちなみにね、マックスがさ 100% だったらさ、俺は今、ユッキーにどれぐらい近づけてるかなと思って。そうだね、まだ 100% かな。まだ 100%。まだ 100%。お、まだ 100% かな。目指すところはもっと上だ。なるほど。僕転勤族で結構転校が多かったんで。そうだ。そうなんですよ。だからすぐ 100% いくんですよ。本当？基本もうすぐ仲良くなるよね。なるほどね。俺すごいユッキーとお話ししやすいもん。あ、よかったよかった。俺もしやすいよすごい。ちょっと緊張してるところがあるんだけれども、なんねか拾ってもらってるなとか、なんかこううまくやってもらってる。さすがユッキーって思って、ありがとうございますです。だからその辺がねまだ 100% 止まりな理由だよね。あ、なるほどね。拾ってくれたなとか気づかせるぐらいだとまだ逆に言うと、そっか。そうもっとあうんでいいんだよねきっとね。なるほどね。じゃあこれ第3部とかやってるともうあうんの呼吸でもう俺とユッキーはなんかなんかユニットみたいな感じになってるかもしれないね。まあシンクロ率 400% みたいなね。かなりいってるかもしれない。ね。これね最初さ俺英語で喋ってたけども、海外の方が本当にたくさん見てもらってるんだけれども、ユッキーは海外に行くことはある？まあ今年はちょっと難しかったかもしれない。そうね、年2回ぐらいとかはお邪魔していたりとか。そうなんだ。よくお招きいただくのは中国が多いかな。そうなんだ。大家好。お我是小叶有秀。おお、すごい喋れてる。中国はどう？俺実は中国は行ったことがなくてすごい行ってみたいなって思ってるんだけど、どんな国？いやもう何でもでかい。本当、まあ確かに国も大きいもんね。すごい、もう空港がでかい。そうなんだ。まさに空港で前回も話に出た小野賢章うんうん。と広大ななんか時間ギリギリで移動するみたいな。あ、そうなの。行けども全然たどり着かんみたいな。そんな経験をしたねあいつと。あ、そうなんだ。広いところをもうまるで運動場のような。すごかったもん。そんなに広いんだ。そう。食べ物とか美味しい？美味しかった。中国料理もともと好きだから中華料理。中華美味しいよね。そんなユッキーにはなんとこの番組第2部ではね、たくさんの質問が世界中から来ておりまして、Notice Me 先輩ガチャー。はい、今ユッキーの左手に見えますその素晴らしいガチャ。今思ったでしょ。ちょっとこれなんか思ったより紙だねみたいな。いや逆にこの手作りで作れるのいいなと思ってた。むしろね、そっちを思ってた。ということで、ユッキー準備いい？はいよ。ではレッツゴー。はい、行きましょう。どうかな。何が出るかな。すんなり出ましたね。本当？ありがてえ。さてとミリーさん、インドネシア。ありがとうございます。印象に残った作品やキャラクターを教えてください。いわゆる本当にどのキャラクターにもそれぞれのね思い出がある中ではあるけれども、ターニングポイントみたいな形でやっぱり特に印象にってなると、遊戯王 5Ds 遊戯王シリーズの桐生恭介っていうキャラクターがいて、そのキャラクター本当にまだ僕がアルバイトをしながら、家庭教師してた時かな、やっと受かった作品、キャラクターで、このキャラクターがね本当にすげえハイテンションでデュエルをするんだけれども、なんか過去はちょっと違ったキャラクターだったりとか、で時間が経ってまたちょっとだいぶトーンが落ちた亡霊みたいな感じで出てきたりみたいな、これ新人さんにはあんま任せねえなっていう、しかも遊戯王といえば誰もが世界中でも大人気の作品に抜擢されるってプレッシャーもあったんじゃない？そうそう、その大チャンスをね、で後で聞いたら受かった理由いくつかあるんだけれども、笑い声が一番良かった。あ、本当？そなるほど。の桐生としてのっていうこのトーンで俺のターンドローみたいな感じでずっと行く。
ユキめっちゃ声通るね。ただこれを新人の時にやるってなかなか、ねでもそんなにたくさんのなんていうのかな、こう性格というかを一人のキャラクターで演じなきゃいけないって大変だったんじゃない、新人さんとしては。やっぱ一番最初の収録を終えた後に言われたのが、プロデューサーさん俺のとこ来て頼むぞと、頼むぞ、こっからマジで大事だぞっていう話をしてくれて、次の週からまさに主人公が宿敵なんだけど、その宿敵に恨みとかこう思いを全力でぶつけていくシーンが連続してくるから、ちょっと頼むぞと。だから感情をぶつけまくるところだから、重要なキーポイントでもあるからか。そう物語の中でそんなキャラクターをよく新人の頃から抜擢していただいて、だからこそその現場で本当いろんなことを学ばせてもらって、それ時の多分桐生がいたからこそその後のまた芝居の幅につながっていったのかなっていうぐらい思い入れのある。そうなんだ。次行くか。行きましょうか。はいはい。いや真面目だったよ。ね、たくさんいただいてるからね。なるべくお答えしたい。本当にたくさんの地域からもらってて、人の住んでない大陸以外からは来ていると思います。人の住んでいない大陸。それ以外からは来ていると思う。カンナさん、インドネシア。はい、インドネシア。小野さん、こんにちは。こんにちは。中学の時、黒バスの鏡くんを見てから素晴らしいなと思っていました。小野さんにとって声優としてのお仕事中、監督、音響監督やアニメ監督とはどのように関係を築いているのでしょうか。深いところに入ってきた質問だね。現場レベルの、お話を。なんか声優さんとかなりたいとかそういうことなのかなね。これやっぱりそのお仕事中にこう音響監督さんとかアニメねプロデューサーさんとかとやっぱ関係築くって大事？もちろん。本当。信頼関係がやっぱりあった上でこうディレクションを伝えていただいてこう答えるみたいなところがやっぱりあるから、気心が知れてない方よりは知れた上での礼儀がありつつもディレクションディスカッションのやり取り、芝居のやり取り。なるほどね。それはちなみにユッキーの場合どういうふうにこう距離を縮めたりするの？今はちょっと難しいけれども、現場終わりに飲み会とかがあったりとかして、その芝居の現場とはちょっと離れたところでの人としてのこう、ね、会話というかコミュニケーションを通して芽生えるものっていうものが大事だったりするね。そうなんだ。これは例えば音響監督さん以外にも同じこう声優さんとかともやっぱコミュニケーション大事、演技するときって。それも確かにあるかな。なるほどね。だからそれが 100% 大事っていうわけではないなっていう瞬間ももちろん気心が知れてるからこそ邪魔になる時も時には。なるほど。その突き詰めて考えればだけどね、その憎み合わなきゃいけないみたいな時に中の人として仲いいぜみたいな。そっか。もちろん切り分けるけれどもそうかシビアに考えるならみたいな。だってたまにね役としては暴言を吐かなきゃいけなかったりとかね、それがこうお友達レベルで仲いい人とかだと心の中ではごめんって感じなんだね、やっぱり。ね、多分全然ないと思うんだけど、そういう部分があって、俺もちょっと面白い経験したのが、もうジョジョの第4部のね、時の大詰めぐらいの時にラスボス的なキラというキャラクターがいまして、森川俊之さんが声担当されてるんですけれども、普通にその現場でお芝居を一緒にやるんですけれども、ある時こう現場に来ておはようございますって森川さんに言った瞬間、なんか森川さんを恨んでる僕がいて、キラ吉影として俺たちが住む町にとんでもないことしてる野郎がのこのことをおはようございますとか言ってんじゃねみたいな変な森川さんへの恨みに変わった瞬間があって、あ、これ危ないぞみたいな、そう芝居がちょっと現実にこうこんにちはしちゃってる瞬間があって、これまずいなみたいな。結構ユッキーはその役がこう現実までこう引きずられるとか。いや全然ない方なの本来は。あんまりない方で、なのにその時は多分よっぽどだったんだろうね。入れ込み度合いというか、恨んじゃったわけだ。一瞬恨んだな。なるほど、すごい面白い。そういうことあるんだね、演技やってると。次の質問いっちゃいましょう。どんどんいく、もう結構来てるからさ、たくさん答えてもらいましょう。何が出るかな。どうだ。あ、そうだよ。これに出ると思っちゃった。そうだよ。別番組の形式を持って待っちゃったけど、俺が回さな出ないのです。アナログです。お願いします。ユッキーがくるくる回すんです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。シャキーン。どうぞご覧ください。さよならでした。
デアさん、インドネシアの方。はい、東南アジアが今日は多いな、うん出てくるのは小野湯さん、あなたの大ファンです。ありがといつもたくさんの才能や興味のあるものが多くすごいなと思っています。最近興味のあることや挑戦したい趣味などはありますか？はい。最近興味あるってどうしても VTuber さん。そうね。そららんをはじめ。ね、なんで VTuber に興味を持ったの？たまたま見かけて、いわゆるその切り抜きみたいな短い動画で、すごい特徴的なその方言を喋ってらっしゃる方がいて、その方が VTuber だと。で、中でその即興芝居とかをなさってる方がいたりして、その中にベルモンド・バンデラスさんっていう渋いナイスミドルな空気感のキャラクターがいて、その方の声と即興の刑事のお芝居がすごいかっこよくて、まだ俺の年代とか年齢ではできないような説得力のあるかっこいい芝居してて、なんだこの方だったら、その方も VTuber さんでいろいろやってらっしゃるっていうところから、そういう方が好きでっていうツイートをしたら、まさにそのベルさんからお返事をいただいたりとかして、その流れからコラボをゲームとかにさせていただいたりみたいな流れがあって、要は番組としてプロの方が作っているわけではなく、その本人がその時間とかその画面を全部プロデュースして自分のできる範囲でやっているっていうところにすごいロマンを感じて、なんか手作りのものとか好きなんだよね。もともと自分でラジオ作ったりとか。そっか、自分でね、制作した作品をね、動画上げてるもんね、ユッキーも。そう。なるほど。ということで次行こうか。行こうか。行こう。いや、楽しくなってまいりました。てれってれって。俺大体何でもありなんだよね。玉木さん。はい。日本。今度は。赤ちゃん誕生おめでとうございます。ありがとうございます。赤ちゃんをあやしたりするときに、いろんな声使いますか？気になるね。うわ、来たね。どんな声、トーン、話し方だと泣き止んだり喜んだりしますか？新しい家族も増えたことですので、小野湯さんもますますお体に気をつけて幸せな毎日を過ごしてください。ご丁寧にありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして赤ちゃんのあやす時のお言葉というか声、どんな感じ？まさかそんなことをこの場でやる流れになる。タイミング的にね、もうこれみんなお祝いしたいよ。まあでもいつも基本的に出したな出したなみたいな感じの声でやるんだけど、超はずいな。出したのみたいな。ユキもう一回。出したいな出したいなみたいなね、こんな感じやるんだけど、赤ちゃん言葉で話しかけすぎるのも良くないというものの本のね、あったりするので、時には普通に「おどうしたおい、元気かおい」みたいな普通のトーンもやる。面白いもんで、僕が普通にこう真顔で近づいていってパーってやると笑うんだよね。かわいいっつって。分かった。あれユッキーの笑顔さ、すごいさ、なんかこう癒しの波動とか出てるじゃない。わーって。それで赤ちゃんも多分感じ取ってるんだと思う。それでは次に行こう。行きましょうか。よし。これね、100内でね、たくさん答えたいからね。さっき肩叩かれちゃったからさ、多分次が最後質問最後よ。はい、行きましょう。ピラルさん。はい。ペルー。おお、全然違うところが来たぞ。そしてこの質問俺もすごく気になる。一番最初に声優のお仕事をした時、どんな感じでしたか？事務所の先輩の川原義久さんという方がいらっしゃって、アテレコを一番最初に僕が現場アニメに入るっていう時に教えてくださったんですよ。アテレコっていうのはこういうことが基本になってて、現場のマナーはこういうのだよっていうのを教えていただいて、その上で現場に行ったんですけれども、せっかく教えていただいたことがなかなか活かせなくて、同じテイクを噛んだとか芝居が変だとかじゃなく、単純にタイミングが合わなくて20回ぐらい多分テイクを重ねてしまって、っていう悔しさがありましたね。そうなんだ。結構撮り直しとかってあるものなの？やっぱどうしてもうまくいかないところはもう一回やってみましょうみたいなリテイクっていうんだけれども、そういう形で何度も重ねていってっていうのが。なるほどね。じゃあ一番最初だからちょっと悔しい思いがあったと。本当に。そうなんだ。数年後に再会した時には、すごいなんか本当頼れるねって言ってくださって、すごい嬉しかった。成長したねみたいな。そんな感じで肩も叩かれてたからそろそろ終わりにしようかな。ありがとうございます。ということで第2部ノーティスミー先輩ガチャは以上です。では第2部はこれで終わりなので、また来週もユッキーとは会があるんだけれども、ここでもまた See you next time って一緒に言って終わりましょう。はい、じゃあいくよ。せーの。
See you next time! またねゆきでした。ありがとうな。チャンネル登録してね、今すぐに。よろしくね、よろしくね、よろしくね。